70年代のスポーツカーとはやっぱり明らかに違う。 NSX はあの時代のホンダの頂点、やっぱり志の高さ感じる。でもあれから30年以上経った今もね、その魅力を保ち続けてる普遍性みたいなものを感じます。いいじゃんこれ、名車だな。もはや何十年ぶりかわからない NSX に久しぶりに乗ります。ちょっと着座位置が高いんだけど、やっぱり視界とかいいね。クラッチのミートポイントとかすごくわかりやすい。これはマニュアルトランスミッションなのでノンパワーステーリングかな。でも軽いなこれ。これ1989年デビューですからね。これはちょっと後期型ですけど、僕が30歳の時に、デビューした車です。30歳って若手だった割にね、当時の CG 編集部が結構僕を信頼してくれて、実はこれプロトタイプの時から乗ってるんですよ。でそのプロトタイプの試乗会が栃木のテストコースで行われたんですけれど、その時にホンダが用意してた、比較車ポルシェ911、930の時代ですね。それからもう1台でフェラーリの328を用意してたかな。でね、そのプロトタイプ試乗会の段階からすでにもうかなり完成されたスポーツカーっていう自負があったんでしょう。驚きました。ついにね、日本からもこういう、V6 ですけどスーパーカー出たんだなっていうね、感動を覚えたのを覚えてます。おはようございます。ありがとう。いつも拝見してます。どうもありがとうございます。お気をつけて。はい、ありがとう。嬉しいですね。料金所の方が CG の読者なのかな、 CGTV の視聴者なのか、あるいは YouTube も見てくれてるのか、いつも拝見してますって言ってくれて、こういうやっぱり読者との触れ合いは嬉しいですね。なおかつこういう NSX っていうね、ちょっと古いでもそのエポックメイキングで、89年っていうのは日本車にとってすごいヴィンテージイヤーだったわけですね。 GTR も出た、初代のロードスターも出た。本当にスポーツカーがいっぱい出たわけですね。そういう時代の歴史的なモデルに乗りながら、これから箱根を目指してるわけですけど、今の車に比べると内装のデザインなんてね、そっけないぐらいですよ。ただじゃあ見づらいかって言って決してそんなことなくて、むしろこれぐらいの方が人間の適性に合ってるというかね、今思えばこれが日本のスポーツカーの在り方っていう解釈もできます。これはご存知のようにシャシーはアルミなんですね。だからこそかな、ボディ剛性の不足は全く感じないです。今のスポーツカーと比べて一番違うのは、車幅が違うことによる一体感。もちろんトレッドが広い方がコーナリングスピードが上がるっていうのは自明の理なんですけれど、ロードゴーイングスポーツカーってこれでいいじゃんっていうね、今改めて教えてくれてる感じですね。今一速でフル加速した時はね、リミッターが8200ぐらいまで働いてないんですよね。やっぱそれだけ高回転型の V6 につけられてる。これいかにもホンダらしいじゃないですか。こういうところが嬉しくなる部分でね、ゴードン・マーレーがね、有名なレーシングカー設計者ですよ。で彼が、マクラーレン F1 という3人乗りの有名なロードカーをデザインするわけですけれど、その彼が
唯一認めたミドエンジンスーパーカーがこの NSX だったと。それは例えばやっぱりこの視界の良さであったりとか、それからこれね、実はそのテールスライドさせて走るのが非常に楽しい車なんですね。どちらかというと、あの時代のスポーツカーっていうのはやっぱりリアが流れ出すと非常にそこから先コントロールしづらかったんですけど、この車はねそんなことないんですよ。じゃあね、走り慣れた芦ノ湖スカイラインで NSX 初代に乗ってみます。さすがにね、最近のもうパワフルなスポーツカーに比べればちょっと力は弱いですけれど、でもねコーナリングパワーは速いな。このやっぱり背後で吠える音がね結構いいです。ただね音はねもうちょっと注意してほしかったかな。いやこれね十分スポーツできるよ。ちょっとギアリングステアリングエアもうちょい速い方がいいかなとは思うけど、当時はそれ感じなかったことですね。もう今の車みたいにねこう広いトレッドで強引にガーッとコーナリングパワーを稼いでる感じではないんですね。それでもやっぱりミドエンジンならではの軽快感とスタビリティは感じさせる。路面がね傷んでるんですけれど、でもだからといってこうポン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 跳ねる感じはしなくてね、ボディに動きは伝えるんですけれど接地感はいい。楽しいよドライブしてて。最近のねこうフラットなトルク特性を持つエンジンとは別物ですね。6000ぐらいから音が変わる。でと同時にやっぱり背中を押される力も強くなる感じなんで、スイートスポットっていうかな、エンジンのねこうパワーバンドに入れておくその面白さってありますね。でそういうのっていうのはもう古典ではあるんだけど、だからといってその楽しさっていうのはね失われることはないです。やっぱりこうトルクに明確な山があるエンジンっていうのはドラマチックですよね。タイヤのグリップに頼って回ってる気がしないんだな。そこがまた操りがいがあるというかスポーツドライビングの醍醐味ですね。ブレーキもねリニアですよ。すごくコンディションはコンディションなんでねそんなに激しく突っ込んでないですけれど、ハイフェード性ペダルのストロークが増えたりちょっと効きが甘くなったりっていうのは感じさせない。ちょっとその現代のブレーキに比べるとね踏んだ瞬間のバイト感、イニシャルバイト、ここはちょっと落ちるかもしれないけど、でもねこれ十分です。70年代のスポーツカーとはやっぱり明らかに違う。89年に登場してるから現代的ですね。やっぱりそれだけこれはねやっぱりネオクラシックとして日本の誇れるスポーツカーですよ。